でこちらハラルポリシーですね。はい、ハラル目的を書いてます。この工場にある原材料すべてハラル性を担保したものが5、600種類あります。でそれを組み合わせて作るものがすべてハラル品として出せるということで、持って入るときにすべてああいう書類でハラル性を担保したものしかこの中には入ってない。製造日報なんですけど、すべて原材料ロットと製造工程をですね、正しく殺菌温度とか手順通りに衛生的に作られてるかどうかっていうのを記録を残すのに、冷凍しなかった商品については殺菌するんで、殺菌が正しくできてるかっていうのを全部グラフで残して、これじゃ原料がすべてハラルのものがハラルの生駒、山田醤油さんもハラル醤油。お醤油もいろいろ味が違うんで、こういう口も日本のお酢はアルコールからお酢になっていくんで使えないんですよ。このインドネシアのディキシーっていうこのお酢、これを水で薄めて酵母エキスとかそのみりんのうまみ分を足して米酢風のものをうちで作って、でそのお酢を使って手張り寿司を作ったりとか、でうちは一応国際基準を満たすように作ってるんで、お酢一つにしてもやっぱこういうものを使わないとダメ。パン粉もそうなんですけど、これインドネシアの MOUI のパン粉です。で、これ何が引っかかるかっていうと、このまろやかにするのにショートニングっていうその油脂が入ってるんですよ。マーガリン的なものが。で、そのショートニングの中に豚由来のものが入ってる場合が非常に多い。こういうインドネシアのこういうパン粉は、そのショートニングの中にも植物性のものしか使ってないという証明があるので、ハラルのパン粉。で、ここが結構引っかかるところでして、2次原料、3次原料に含まれるものも全て見ていかないとダメなんです。やっぱり確認しないと使えないという。で、白って分かったものだけが使える。チキンコンソメなんかもこの認証品を使います。だからビーフコンソメもそうですし、全てこう認証品。これは普通のチリソース、おたふくの認証品ですね。オリーブオイルの認証品のオリーブオイル。もともとね、この食材の卸をホテル関係にしてるんですけどね、今もうホテルとかはアレルギー対応とかでもう手いっぱいなんです。で、東京オリンピックとか、そういう短期間に多国籍の人来られる場合は、それにプラス宗教対応までできないっていう現実があるんですよ。で、それならもう宗教対応したもので、うちのこれさえ使ってもらえれば、アメリカの方も日本の方もヨーロッパの方もムスリムの方も全ての方が食べれますよっていうものを作れば、ホテルの効率化とか、オペレーションが楽になるっていうことで、ハラル対応しようっていうことで。世界人口の4分の1がムスリムって言われてるじゃない。今、日本にある普通の商品は、世界の 75% しかターゲットにしてないんで、じゃあうちはもう 100% をターゲットにした商品を作ろうということでやり始める。国際会議の場で同じものを食べてない方がやっぱりいるっていう。大学の留学生の歓迎パーティーとか言いながらですね、ムスリムの方だけはなんか違うものを食べるんで、国際的なイベントパーティーはみんなが同じものを食べて仲良くっていうのがやっぱりこう大前提だから、それをじゃあ目指そうということで作り始めた。それやるからにはやっぱりそのきちっと国際基準を満たした、もうマレーシアのとかだけじゃなくて、もう中東までカバーできる基準の認証品を作ろうということで、一番厳しい条件の中でやってます。最近でマレーシアジャキムとかの認証、相互認証団体が増えてきた。中東のエスマ認証とか学認証なんかものすごく。うちは一応エスマ学もいただいてるんで、今トマト缶トルコ産のハラル品。で一応原材料がこっちから入ったもので、次にそれを原材料用の冷凍庫とか冷蔵庫に振り分けていくんです。一応これ冷蔵庫が原材料用の冷蔵庫、解凍用の冷蔵庫、調理途中の冷蔵庫で、これが完成品の冷蔵庫。例えばこの原材料の汚染されたものと調理途中のものが同じ冷蔵庫に入ってると空気で汚染されるんで、解凍途中のものとかがね、放送前の冷却段階のものと一緒に置いてあるとか衛生的に悪いんで、一応こういうふうに分けます。
で、ここが肉を切ったり、魚を処理したり、野菜を処理したりする部屋です。肉と魚を一緒にしないとか、あと、まな板も、肉用、魚用、野菜用とか分けられてますね。で、当然包丁も、野菜用の包丁、肉用の包丁、魚用の包丁、すべて分けます。まな板の色分け、包丁の使い分け、で、この処理の時間帯の管理、それで汚染リスクがないように。一番悪いのは魚と肉と同時に調理するっていうのはすごい衛生的に悪い。だからまな板包丁の色分けで調理時間の区別、そういうことで徹底的に管理をして調理する。でこっちで下処理したものがこっちの製造室に入ります。ここでいろいろ作業したりするんですけど、出来上がった商品を袋詰めする時もありますし、お弁当を並べて盛り付けする時もありますし、そういう製造室ですね。で、今、ここちょっと例外してますけど、これちょうど今からきんぴらごぼうです。今飛行機飛んでないんですけど、ちょっとずつは注文あるんで、成田の方の機内食会社にお酒のやつなんですけど、有馬温泉なんかも同じものを使ったりしてますけどね、朝食用で。計量室なんで、計量器が置いてあるんですね。で、この添加物と、であとこれが全て調味料、個人産の、これもハラール品ですし、今ね、ハラール品でもハラールって書いてない商品もあるんです。これ全て書類で全部ハラール証明書もありますから、こういうこれはカツオだしなんですけど、でこの久喜産業さんのこれなんかも、わざわざハラールって書いてないんですけど、これも日本ハラール協会でハラール認証を取得された証明書がありますので、ここで調味料を計量するんですけど、ここなんかね、途中の調味料、使い差しの調味料といいますか。この奥が冷凍庫なんですけど、今これ鶏肉ですね。タイのシコットのミンチ。これミンチですね。鶏ミンチ。誓約書ベースって言ってね、認証取ってない商品で製造工程と原材料由来書を全部提出してもらって、これは間違いなくハラル品だって、この協会の方で許可をいただいたものについては使いますけど、それには誓約書っていうのが必要になるんで、その誓約書をいただいたものだけを入れると。でこれでミキシングしたり、これがフードプロセッサーですね、カッターミキサーですね。でこれ粗くしにしたのをこれペーストにする、本当にマイクロペーストにするようにして、石臼が入ってすりつぶす。でこっちは加熱調理室になるんで、このパステライザーがあったりとか、だし巻き製造機があったりとか、でこれはフライヤーですね。だし巻きエミレーツ航空とかずっと採用していただいてて、有馬温泉のホテルも13軒使っていただいてます。日本の普通のだし巻き屋さんいっぱいあるんですけど、今までハラールイコールあんまり美味しくないと思ってる方多いんです。やっぱりその料理屋さんが認めてもらえるだけのハラールかつ美味しいっていうものを、きんぴらごも一部成田行ってますけど、あれだけの数っていうのはやっぱ有馬温泉で使ってもらってるからです。今飛行機なんかほぼないんで、でここでね、機内食の唐揚げ年間40トン上げてたんで、8時間稼働で1台で大体100キロ上がるんですね。で2台で毎日200キロ上げてたんです。で工場が8日稼働なんで月4トンで、12ヶ月で、メニューが途切れることがあるんで、大体年間40トン上げてたんですけど、でこれだけカレーソースをね炊いて充填するんですけども、保温タンクになってまして、90度で保温しながらそこで充電していくんですよね。で、あそこにボコッと出っ張ったのが1万ガウスの磁石が入ってます。でそこに全部金属探知機に反応しないような微細な鉄粉を全部それで吸着させてしまいますので、カレーのスパイスとかっていうのはすりつぶすから、鉄粉なんかもかなりすりつぶして細かいのが入ってるんですね。で、それも完全に除去してしまうっていう。大体温度が80度で充填するんで、80度以上で。pH が大体 5.2 以下に抑えておけば、充填してから殺菌するまでの間が半日ぐらい空いても菌が繁殖しないんです。やっぱそういう食品の安全面も考慮して、充填温度と、できるだけ早く処理するけども、例えば一番最初に充填したのと最後に充填するのって
で1時間ぐらいの誤差が出る。その間に最初に充填したのが菌が繁殖してたとかないように pH もちゃんと管理をして、で充填温度もホット充填をして、でまあ85度で充填すれば中部菌のに近い状態になってるんで、で pH 制御してれば、まあ、1時間2時間放置してても大丈夫っていう。でこれはまあニーダーで煮炊き残したりとかカレーを炊いてやってるし、大体1回150キロぐらいは。これはオーブンですね。今ちょっとメレンゲを焼いてますけど。あ、いい。あ、いい。釜は蒸気なんですね。蒸気なんで焦げないんで野菜の煮炊き物をする非常にいいんですよ。だから火力が欲しくなる。それだと直火で熱伝導率に銅板まで熱がいると炒め物。一度単位で温度コントロールの正確なものがいるんですよ。IH。これカスタードクリームとか作る装置なんですけど、まあ、結構やっぱスイーツ需要もありましてね、ムスリムの方が。うちフィナンシェとか、まあ、ああいうのも作ってるんですけど、まあ、カスタードクリームとかですね、まあ、そういうのもこれで温度コントロールして作って。で、これ加熱水蒸気オーブンっていう。水蒸気に電磁波を当てて、温度を400度ぐらいまで上げるんです。水蒸気ってまあ普通150度ぐらいまでしか上がらないけど、400度まで上げるんで、輸入のああいう鶏肉が国産のもも肉よりジューシーに焼き上がるんで、まあ、こう加熱にもこだわって冷凍にもこだわるんで、美味しいものができる。で、こっちで加熱したものが、こっちの真空包装、ここに並べて、袋を並べて包装していく。ここに真空包装してます。で、またしてる間にここに袋をこういっぱい並べて、どんどん向こうに送っていくんですね。まあ、1日何百、1000パック近いものでもこれでどんどんやっていく。で、真空包装機って袋の中の空気を出していくと減圧現象が起こって、まあ、富士山の上で水が80何度で沸騰するっていうのと一緒で、30度ぐらい以上の温度だったら吹きこぼれするんですよ。中の液体物が湧いてきて。で、ただそうなった時にどうするかっていうと、お鍋でもこう吹きこぼれしたらとろ火にするじゃないですか。とろ火にするとこぼれずに沸点までいくんです。で、これはとろ火機能がついてるんです。自動で切り替わっている。だからこういう横置き方でありながら液体物を真空包装できる。普通の、工場でいうと液体物の真空包装機は縦型なんですよ。必ずぐるぐる回ってて、上にこうタンクがあって、これ縦でこう真空していくやつ。あれは吹きこぼれしないんですけど、ただ機械装置的にだいたい OEM を頼むと、まあ1トンからとかそういうすごいロットが大きくなるんです。で、うちはさっき見ていただいたように150リッターとかそんなんで、こういう真空包装機の工夫をしてるんで、少量で対応できるような工場になってる。で、逆に言うともう何千パックとか何万パックになってくると、もっと大きい工場に言ってもらう方が安いんですよ。ただやっぱり今そのムスリム需要とかもいろんなものも考えて、そこまでもいらないんですよね。これやっぱりある程度ホテルのオリジナリティを出したいとか特徴を出したいといった場合に、やっぱり事細かにいろいろ対応していくっていうことになってくると、まあ、我々のような工場で、ただもう本当に大掛かりな工場になってくると、それ専用でハラル工場ができるかっていうと、なかなかこれも成り立たないんです。そこそこ量もできて小回りも効いてっていうと、これぐらいの機械装置で揃えるしかない。で、まあいろいろトップシリーズとか、でこれはまあ冷凍機、プロトン冷凍機、ちょっと特殊な冷凍装置ですね。これはね、まあ冷凍庫の中に電子レンジが入ってるような状態です。電波をねずっと出し続けてるんで、まあ言うと今マイナス
34度ですけど凍ってないんですよ。電波を出してると分子を震わせてるんで、なるほど、はい。でこれ40度までいくと電波が止まるんですよ。そうしたら今この凍ってないのが0度で結晶する、氷が結晶する温度帯を一気に通過して、例えばもう常温の30度からマイナス40度まで一瞬でいくと。だからドリップが出ないんで、唐揚げとかチキンステーキなんかを解凍した時にジューシーさが違うというか、スカスカ感がないというか。で、まあ、さっきもあれしたように加熱水蒸気オーブンとかフライヤーもあれちょっと実はこだわって電磁帯電させてるんですけどね、そういう加熱調理にもこだわって冷凍にもこだわるから美味しいものが出る。で結構他の日本のハラル関係なく冷凍メーカーさんっていうのは結構冷凍にはこだわるんですけど加熱にはあんまりこだわってない。いくら冷凍にこだわっても冷凍する前がもう美味しくないと、いくらいい冷凍したからってそれ以上に美味しくは絶対ならないんでね。でこっちがまあできた商品の切り干し大根、まあエビフライから焼き鳥からこれ焼肉です。牛の焼肉、チャーハンとか焼きそばとか、まあもういろんなもの冷凍したかったものはこのレトルト殺菌します。これはまあ殺菌してるんですね。殺菌っていうのは時間と温度をコントロールするんで調理器具としても使えるんですよ。チルドの肉じゃがとかっていう場合は生の人参、肉じゃがのね、玉ねぎ、じゃがいも、人参、肉を入れて調味液を入れて真空パックして、でこの袋の中に炊き上げるという工程、真空調理っていう、そういう調理器具としてもこう使います。そしたら無菌になりますし、最初にこう測る、もう 250g ずつ全部均等に入れるんで、どの袋を取ってもじゃがいも、人参、玉ねぎ、肉の配合が全部一緒なんです。いろんなまあ筑前煮とかローストビーフとか、まあいろんな殺菌のパターンを入れてるんです。非常食ね、うち災害食大賞金賞をいただいてるハラル対応の、これはね50度保存してるんですよ。例えば賞味期限5年とか、じゃあ何を設定根拠にしてるのっていう話なんです。実際に寝かす場合もあるんですけどね、こうやって50度で保存をして、物の温度って20度を基準に10度上がるごとに倍速で寝かすんですよ。30度で倍、40度で4倍、50度で8倍速、倍なんで、50度で1年間保存すると8年間保存したと同じ試験データが得られる。でそれで安全係数 0.7 をかけて賞味期限5年っていうのを設定してる。それと別にここに入れた日付ですね、全部分かるようにここに入れた日付、証拠が色で、はい、2018年から保存してる。でももう今2021年でしょ、まあ、2年ちょっとか、実際のことを言うともう16年分ぐらいはいける計算はできるんですけど、水開けて、まあもう異常があれば枯れてきますからね。腐ってない食品というだけで美味しいかどうかとはまた別になるんですよ。最後は官能試験っていう、まあ、色も見て見た目ないかどうか、食べてどうかとかで、そういうのをこう検証していって、やっぱりまあ賞味期限7年まではいけるなとか、いやこの商品は10年までいけるよとか、いろいろこう検証していくんですよ。このレトルト食品って3年までしか本当売ってないんですよ。学術的に根拠があって、お醤油、みりん、そういう発酵調味料を使うものっていうのは、まあお醤油でも色が黒くなって酸化していって味噌臭がするというか発酵臭がするんですよ。それがね3年って言われるんですよ。レトルト、まあ、存在加工学的には3年までしか売ってないっていうのがもう常識なんですね。でそれ以上の賞味期限を打とうとすると発酵した調味料は使えないという話なんですよ。うちこの非常食はね、何でその5年とか7年とか言えるかっていうと、特許を持ってて、非発酵性調味料っていうのをうち特許を持ってるんですよ。なんでかっていうと、ハラールの技術でね、うちビリンとかさっきのオスとかもですけど、まあ、ハラールビリンなんかもうち自社商品なんですよ。でそれは水飴に酵母エキスとかグルニア酸とか琥珀酸とか、そのビリンのうまみ成分を科学的に足して、ビリン風調味料をうちで作ってるんですよ。さっきのあれは普通の惣菜用の醤油なんですよ。
でこういうその非常食用の醤油はうちで非発酵性の調味料、醤油風調味料っていうのをうちは作ってるんですよ。でそれは発酵してないんでお醤油風の調味料なんですよ。さっき言うみりん風調味料の作り方と一緒でお醤油の旨味成分を科学的にブレンドしてお醤油を作ってるんですよ。で塩と砂糖が5年経っても塩と砂糖のようにうちのこの非発酵性のお醤油は5年経っても作りたてのままの状態なんです。形状変化を起こさない。だから賞味期限が5年とか7年が打てるんですよ。うちの商品は、まあ、今日できたこの商品と5年経ったこの商品と比べてもらっても全くどっちがどっちかわからないぐらいのクオリティで保存が可能。やっぱりうちはもうやっぱりきちっとその辺は同じやるなら徹底してやりたいみたいな。非常食なんかもうちの非常食は5年経っても作ったもう横に並べて食べてもらっても遜色ないです。非常食の種類がね増やしていけたらいいんですけど、他社さんはすぐに新しい商品出すんですけど、本当に検証しようと思うと最低1年寝かさないと検証できないですね。この金属断食通してラビを貼って、あとこれなんかもそうなんですけど、これは引っ張り式ケーキって言うんですけどね、ここがシールするじゃないですか。ここがちゃんとシールできてるかどうかっていうのをこう 1.5 センチ幅に切るんですね。でこれをこう広げて上と下に挟んで、これが23キロないとちゃんとシールができてないっていう、それをまあ確認するためにここをこう 1.5 センチ切ってこう広げて、で挟んで引っ張る。でもしそれが23キロいってなかったらシールができてないということなんで、そのロットは廃棄ですよね。だからそこまできちっと検証して、シールの温度と時間を決めるときにそれがないように設定してるの怒られるけど検査してちゃんとできてるなっていうのを確認ですよね。やっぱり定期でやってますっていうことなんです。フィナンシェ。そのね、フィナンシェなんかも、はい、バニラエッセンスが使えるんですよ。本当のアーモンドプードルと、まあ、科学的なものが使えないんで、美味しいですよ。もうバターもものすごいいいバター使ってますし。まあ一応そんな工場。